ここが好きだよ日本人へようこそ。世界でトップクラスに治安がいいと言われている日本。そんな日本だからこそ、日本人にとって当たり前の行動でも外国人にとって不思議に思うことがあるのです。レストランで場所取りのために荷物を置いたり、お財布をお尻のポケットに入れていたり、今回は日本に来た外国人が目を丸くするという日本人の行動についてお伝えします。こんにちは。私の名前はクリスティーナ。イタリア出身の24歳よ。高校生の頃、家の近くにうどん屋さんができたの。そこで初めてきつねうどんを食べたら、それが本当に美味しくて、うどんのコシや透明のスープ、日本ではお出汁って言うんでしょ。こんなのイタリアで食べたことなかったから感動したわ。そしてなんといってもお揚げが最高。ジューシーで甘くて、お出汁やうどんにとっても合っていたの。そしてそのお店にはたくさんの天ぷらが置いてあったわ。エビやたくさんの野菜、かき揚げ、どれもとってもサクサクで、うどんのお出汁につけて食べると最高なのよね。私はレンコンの天ぷらが好きなの。レンコンって甘くてシャキシャキしてて本当に美味しいのね。そこに行くと必ず食べるわ。それから日本料理にハマっちゃって、イタリアのお寿司屋さんに行ったり、ラーメンを食べたり。私はラーメンは豚骨しか食べたことないんだけど、日本には味噌ラーメンや醤油ラーメンとかいろいろな種類があるのよね。どれも本当に美味しそうよね。ぜひ食べてみたいわ。いつか日本に行っていろんな日本料理を食べることが私の夢なの。それに日本料理のお店って素敵じゃない？畳や障子の匂い、お店によっては着物を着ておもてなしをしてくれるんでしょ。それを実際に見てみたいわ。やっぱりそういったお店の雰囲気って大事だと思うの。ただ一つ問題があったの。それはお箸。私は日本料理を食べるまでお箸を使ったことがなかったのよね。日本人は子供の頃からお箸を持つ練習をするのよね。本当にすごいわ。初めて見たとき、棒2本でどうやって食べるのって驚いたもの。でもね、いつか日本に行って日本料理を食べるなら、やっぱりお箸を使えるようになりたいって思ったの。だってせっかく本場で日本料理食べるのよ。マナーはちゃんとしたいじゃない。だから自分でお箸を買って必死に練習したわ。今では難なく使えるようになったわ。ある日、日本に旅行に行った友達が、やはり日本料理の本場は違うって言ってたの。その子は日本でお寿司やすき焼きを食べたんだって。本当に羨ましかったわ。絶対日本に行くって決めてたんだけど、なかなか行く機会がなくて。だけど就職してお金も貯まったし、思い切って行くことにしたの。日本に到着すると、やっと日本に来れたという幸せな気持ちもあったけど、長い飛行時間に疲れてしまったわ。そのままホテルに行ってすぐに眠ってしまったの。本当に日本は遠い国なんだって実感したわ。次の日、ホテルの前で待っていたのは私の大事な友人のあずさ。彼女は私と同い年の24歳で日本に住んでいるの。彼女とは私が大学生の頃に SNS で出会ったのよ。私が大好きな日本料理を
SNS に上げていたら、あずさからメッセージが来たの。あずさはイタリアに興味を持っていてね、お互いイタリアのこと、日本のことを教え合っていたら、とっても仲良くなったの。日本に旅行に行きたいと思ったのは、彼女の影響もすごく大きかったわ。彼女は英語が堪能で、日本語も教えてくれたわ。それから日本料理のことはもちろん、お城や神社みたいに日本独自の建物のことも。今回の旅行はそういった建物を見ることもとても楽しみにしていたわ。そして私が日本に旅行するとあずさに言ったら、なんと案内をしてくれると言ってくれたの。この日は2人で本当にたくさんのところに回ったわ。その中で一番感動したのはお城。イタリアのお城とは全然違うのね。写真よりも壮大でかっこよかったわ。瓦屋根に素敵な装飾があったり、白い壁や金の装飾との色合いが美しかったわ。日本のお城って鮮やかなのね。中に入って階段を上るのは大変だったけど、天守閣から見る光景は素晴らしかったわ。日本は本当に美しい国よね。その後、あずさに誘われて近くの公園に行くことになったの。なんとそこには何百本もの桜が咲いていたわ。一面ピンク色。その美しさは今でも忘れられないわ。桜に見とれていたら、あずさがシートとお弁当を取り出したの。なんと私を驚かそうと、あずさがお弁当を用意してくれていたのよ。最高の友達だわ。しかもお弁当にはおにぎりが入っていたの。イタリアでお弁当といえばサンドイッチが多いけど、日本ではやはりおにぎりなのね。手作りのおにぎりを食べたのは初めてだったの。作った人の愛情がこもっているようで、本当に美味しくて幸せな気持ちになったわ。おかずには卵焼きや唐揚げ、そして肉じゃがが入っていたの。卵焼きは甘くてデザートかと驚いたわ。そしてなんといっても肉じゃが。日本では煮物って言うんでしょ。味がとても染みていて本当に美味しかったわ。卵焼きといい煮物といい、日本料理はほんと手間暇がかかっているわね。あずさは慣れれば簡単だよって教えてくれたけど、私には作るのは難しいと思うわ。あずさは本当にすごいのね。その後は近くのお店にお土産を買いに行ったわ。お土産屋さんがたくさんあって、どこに入ろうかとても迷ったわ。お父さんはお酒が好きで日本酒かなとか、お母さんには甘いものがいいかなって選んでいたら、見たことのないかわいいぬいぐるみを見つけたの。でも犬でもなくて猫でもなくて熊でもなくて、何のぬいぐるみかよくわからなかったわ。不思議そうに私が見ていると、あずさが教えてくれたわ。それはご当地のゆるキャラって言うんだって。その地域を表現したぬいぐるみなんでしょ。思い出の品になるし、とっても可愛いから、これをお土産にすることにしたの。自分用にぬいぐるみ、妹のためにハンカチを買ったわ。家に帰って渡したらとても喜んでくれたわ。夕食にはあずさおすすめのお寿司屋さんに行ったの。本場のお寿司を食べるのは初めて。とても緊張したわ。カウンターに入ると目の前にケースがあって、たくさんのお刺身が並んでいたの。そこから食べたいネタを選ぶことができたのよ。注文すると、なんと大将がお寿司を目の前で握ってくれたの。本場のお寿司はとても芸術的で
見た目が本当に美しかったわ。しかも醤油ではなく塩で食べるように言われたの。信じられなかったけど、言われた通り食べたわ。今まで食べたお寿司とは比べ物にならないほど美味しかった。こんなに美味しいものがこの世にあったのね。イタリアではアボカドやカニカマ、キュウリが巻かれたカリフォルニアロールが多くて、ネタはサーモンがメインだったわ。それに生魚を食べることってほとんどないの。日本ではいろいろな魚があるのね。どの魚もとても新鮮で本当に美味しかったわ。この日はあずさとたくさんお話をして、いろいろなところに観光に行って美味しいものを食べて、気づいたらとても遅い時間になっていたの。急いで電車に乗って辺りを見回したら驚くことがあったわ。座っている人たちのほとんどが眠っていたの。イタリアでは電車で眠っている人を見たことがなかったのよ。電車で眠ると持ち物が取られてしまうじゃない。イタリアでは荷物から目を離すことなんてほとんどないわ。それなのに眠ってしまうなんて考えられないわ。それに眠ってしまったら降りる駅に気づかず乗り過ごしてしまうんじゃないかしら。不思議に思ってあずさに聞いたら、笑いながら教えてくれたの。日本では持ち物を取られることはほとんどないんだって。日本は安全な国だとは聞いてたけど、本当だったのね。確かにカバンから財布が見えていたり、買い物した袋を床に置いていたり、取られる心配をしていないのね。ただあずさは電車で眠ってしまって駅を乗り過ごしてしまったことがあるみたい。それ以来あずさは携帯のアラームをつけるようになったんだって。音は鳴らないようにバイブ設定にしているらしいわ。私は降りる時間にアラームをかけるなんて信じられなかったわ。イタリアでは電車が時間通りに発車して予定通りに駅に着くなんてほとんどないんだもの。でも日本ではそれが当たり前なのね。そんな話をしていたら電車で眠っている人が急に起きて次の駅で降りたの。携帯を見ていなかったからアラームもかけていなかったんじゃないかしら。あずさも私も驚いて唖然としちゃったわ。眠ってても降りる駅がわかるのかしら。すごいわね。その後も他に寝ている人がどうするのか見つめていたら、あずさに注意されちゃったわ。電車で眠っている人は日本に滞在中たくさん見かけたわ。特に夜遅い時間に眠っている人ってスーツを着たサラリーマンが多かったの。中には立ったまま眠っている人もいたわ。そこまでして電車で眠ってしまうなんて。日本のサラリーマンはほんと働き者なのね。でも少し働きすぎじゃないかしら。電車では不思議なことがあったけど、日本旅行は本当に最高の旅行になったわ。ぜひまた来たいわ。あずさとも必ずまた会おうって約束したの。そのためにもお金を貯めなきゃね。日本人が海外旅行に行く際、まず対策するように言われていることはスリ対策ではないでしょうか。スリ対策のグッズもたくさん販売されていますよね。日本人はスリに対する意識がなく、現地のスリの人たちにとっては格好の餌食なんだとか。それほど外国人にとってスリは当たり前のことなのです。ですから外国人が日本に来て電車で居眠りをしている人を見て危機感がないと驚いてしまうのも無理はないのかもしれません。
ですが、日本人は電車で居眠りをしている人を見ても当たり前の光景。それだけ日本は安心安全な国ということなのでしょう。海外の人にはぜひそれを知っていただいて、安心安全な日本を楽しんでほしいですね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。視聴者の皆様のご意見ご感想をコメント欄までお寄せください。もしよろしければ高評価やシェアしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画をお楽しみに。